どうも、時丸です。もしミニマリストの学校があったとしたら、ミニマリスト大学、ミニマリスト学部、そしてミニマリストのクラスみたいなものがあったとしたら、僕は間違いなく授業を取るでしょうね。そしてその授業で出されたテストに何も書かずに、回答用紙に何も書かずに提出をして、これが俺のミニマリズムだっていうのを提示して、そして落第するという、そういうプレイをね、いつかやりたいなと思っています。もしあればだよ。でもないんですよ。そういう大学っていうのは当たり前ですけども、ないんです。だからミニマリストについて教えてくれる人があまりいないんですよね。だからそういう意味で今日は、エクストリームミニマリストについて誰も教えてくれないことを話していきたいと思います。ランダムに行きますのでラジオ感覚で聞いてください。で、自分もミニマリズムに出会ってもう10年くらい経つんですけど、多い時もあったり少ない時もあったり、で、今はこのバックパック60個のもので暮らしています。で、持たないメリットに関しては、いろんなところでたくさん挙げられてると思うんですけど、で、自分もよくこのチャンネルで話してるとは思うんですけど、意外とないことで困ることとか弊害もたくさんあります。まず持たないコストは見えにくいってことです。で、持たないことによって、増えるコストもあるんですけど、逆にかかってしまうコストもあるっていうこと。それは例えば服が少なくなることによって洗濯の頻度が増えて、洗濯の回数が増えて、それで水代とか電気代がかかってくると。で、実際にその洗濯をする労力とか手間もかかりますね。服がない方が。あとはないものをね、誰かに借りに行ったりとか、レンタルショップに借りに行ったりとか、あと隣の家に醤油を借りに行ったりとか、ピーラー借りに行ったりとか、借りる手間もかかります。そして多くの人に迷惑をかけます。で、そういうことがたくさんあるので、対処法としてはやっぱり回数を計算したりして、これは持っていた方が自分が楽になるなとか、より良くなるなっていうところを自分の落としどころというか、そういうところを探っていくしかないですね。これは本当に人によって違うので。たとえ洗濯の回数が増えたとしても、持ち物を少なく、服を少なくしておいて、判断の手間を減らしたいとか、管理の手間を減らすことを優先したいっていう場合は、服を減らしておくっていうね、そういうことができます。で、僕はどちらかというとそっちのスタイルを取っているってことです。多くの場合において。あとはミニマリストでよくあるのが判断疲れですね。これもよくあります。で、自分はその自分の持ち物をリスト化してるんですけど、やっぱりリスト化していろいろ考えていくと、これが本当にいるのかとかいらないのかとか、で、これはどういうものとリプレイスできるかなとか、交換できるかなみたいなことを常に考えています。で、僕の場合はもうそれが完全に趣味になってるのでいいんですけど、その60個から65個のね、持ち物リストを眺めて、そろそろこれ壊れそうだなとか、これちょっと重いからもう少し軽いものに変えようかなとか、もうそういうことを常々考えるのが趣味になってるんで、それはもう楽しいんで僕の場合はいいんですけど、それがね、そこまでそのリスト化してやることが面倒で、そんなことやってられるかっていう方にとっては、それがね、判断疲れになってしまうことが多いです。で、無意識のうちにやっぱりそういうリスト化して、いろいろ判断してると、これいるかいらないかっていうのを常々判断していると、やっぱりどうしても疲れてきますよね。そういうごちゃごちゃ考える暇があるんだったら、普通に物を持てよっていう話になるんですよ。だから、無意識にね、疲れている人はもう一度その辺を、自分の中で考えてみてください。で、この判断疲れの対策としては、やっぱり消耗品とか、そういうものは、ある程度ストックするものはするっていうふうに自分で決めてしまうっていうこと。そして定番のアイテムを決めたら、もうそれから動かさないっていうこと。しばらくは。それが一番楽ですね。だいたい期間決めるのもいいですけど、それがあまりにも早すぎると、1ヶ月に毎月見直すみたいなことになるとだいぶ疲れてくるんで、例えば3ヶ月に1回とか、半年に1回とか、そういうふうに決めてしまうのがいいかもしれないですね。で、僕はもうリストが趣味になっているので、その考えるっていうのは常々やっているんですけど、でもなんとなくその大きな持ち物のリストの変更みたいなものは年に2回っていうふうに決めています。それが自分のコアメンバーシップの付録についている持ち物リストの内容なんですけど、だから年に2回っていうふうに決めていて、で、その大きな軸の中で、あとは細々としたことは、その都度、タイミングを見てやっていくっていうふうな感じにしています。で、減らしすぎるとよくあるのが他者との摩擦ですね。これもね、よく陥りがちなところです。よくあるのがね、やっぱりその自分がミニマリズムをやって、もうすごく効果が出て気持ちよくなって人生がどんどん良くなるから、それを他者、仕事とかね、家族とか家庭とかパートナーにそれを持ち込むってことをやりがちです。これ気をつけてください。嫌われるので、嫌われたり、もう別れましょうってね、別れを告げられますんで。で、仕事でもいるじゃないですか。その自分のデスクがむちゃくちゃ汚れてる人、汚い人。絶対いますよね、どの職場にも。で、それに、そういうごちゃごちゃ汚い人に、ちょっと綺麗にしましょうよとか、整理整頓しましょうよって言ってもね、無駄です、それは。だからもう職場とかそういうところはもう完全に分けて考えるってこと。自分のそのミニマリズムとは区別して考えた方が、ストレスはたまりません。やっぱり快適さの基準っていうのは人それぞれ違いますからね。
だからそのいくら減らしている人であっても、そのね、微妙に、これはいいけどこれはなしみたいな基準があったりとか、やっぱりその人によってはそのものが多い方が落ち着くとかっていう方ももちろんいるので、だからそこを切り捨ててはいけないってことです。やっぱりその社会はその共存することが大事なので、その自分だけがね、心地いいっていうことはちょっとね、危険な方向に行くので、やっぱりね、そこを尊重してあげて、で、基準がそれぞれ違うんだっていうことをもう一度思い出してね、ゆるくやっていく。もう面白くおかしくやっていくっていう、それくらいの気持ちの方がいいと思います。あとはその持ち物をやっぱりその自分の私物なのか、それが共有物なのか、あるいはその演出、エンターテインメントのためのものなのかみたいな、そういう軸で分けてみると、少しね、スッキリしますね。やっぱりその自分の私有物っていうか持ち物に関してはなるべくミニマルにしておくっていうことが取れる。で、共有物に関しては、話し合ったりすることはできますけども、それを完全に自分の意図で動かすことはできないっていうこと。例えばその会社の椅子とか机とかを全部捨ててしまおうってね、思いたくなりますけど、そういうことはやっぱできないってことで、それは会社のものなんでね。で、そういうものによって考えていくっていうのは一つの対策になります。で、これまたよく言われるのが災害とか事故に弱いってこと。ミニマリストは。これはもう間違いないです。だから削りすぎは危ないっていうことです。で、これもちろんその地震とかの側面においては、家に何もない方が転倒する恐れがないので、怪我が少なくなるっていうのは間違いなくあります。で、緊急時に部屋にあるものを把握しているので、もうすぐね、判断して、必要なものを、道具を取り出せたりとか、で、必要なものをまとめてすぐに脱出できたりとか、そういう方法が取れるのはものすごくミニマリストのいいところ、ミニマリズムのいいところです。で、自分もこのベーシックアイテムは基本的にもうバックパックに全部入るもので暮らしているので、これ一つを持っていけばもうどこでも生活できるっていう風なことになっているので、もうこれがもう防災バッグみたいなものです。自分にとっては。で、そういう側面はいいんですけど、やっぱり問題は備蓄ですね。で、やっぱミニマリズムってなるとどうしてもその備蓄アイテムまで減らしてしまって、そこ電力とか水道のインフラが止まった瞬間にもう2、3日生きれないっていうね、そういう方は結構要注意ですね。僕は一時期はもう何も持たないエクストリームのスタイルを貫いてはいたんですけど、最近はもう15日間はこのホワイトボックスで何が止まっても生きていけるっていう風なサバイバルフードシステムみたいなものを構築しています。で、これも一回コアメンバーシップので書いてるんですけどね、その内容物っていうのはいろいろ書いてて、もうその厳密な計算のもとに15日間はこれがあれば最低は生きていけるっていう風なもの、水と食料ですね、そういうラインナップを自分の中で考えて一応作って、そして、アップデートするようにしています。で、他によくあるのが健康をおろそかにするっていうこと。やっぱりこれもよくありますよね。やっぱりミニマリストのスタイルっていうのは、人によっては床で寝たりとかね、ベッドがなかったりとか、で、机とか椅子とかをなくしてしまって、ノーファニチャーのスタイルで暮らすとか、自分も一時期、試してやっていましたけど、あとね、僕はその昔っていうか、やり始めの頃を全部捨ててしまった頃、もう机も全部なくして、その時は。で、スーツケースの上でご飯食べてたことがあります。はい。このスーツケース、30リットルぐらいの小さなスーツケースをテーブルにして、その上で食事していた時期が一時期あります。なんかあの時は一番自分尖ってたなって思うんですけど、ちょうどもう30なるかならないかぐらいですよ。一番最初の頃ですね。でもやっぱそういうことやってると腰痛めたりとかするんですよね。で、やっぱり床で寝るにしてもどうしても腰痛くなったりとか睡眠の質が下がって、で、毎日のパフォーマンスが下がるってことが起きます。やっぱりその睡眠とか足とか腰っていうのはもう自分の基本というか土台になるので、それがないと何も生まれないんですよね。そして幸福感を大きく損なうことになる。QOL を。だからこれは自分も実際に自分自身が試してやっぱり分かったことであるんですけど、やっぱりそのよく言われることっていうのは大体頭の中で分かってはいますけど、それを自分で実際にやって経験するかしないかっていうのには大きな違いがあると思っていて、実際にそういう床で寝てみたりとかね、寝袋は使いますけど、床の上にマットも引かずに寝袋っていうスタイルだとどうしてもやっぱり冷えが出たりとか、腰が痛くなったりして睡眠の質が低下します。その辺を削りすぎない。で、削る塩梅をやっぱりこれも自分で見つけていくっていうことです。で、若いうちっていうのは、やっぱりなんとなくそういう結構ハードなモードにも耐えることができるんですけど、どうしてもね、年重ねてくるとね、きつくなってきます。だからそこで無理しすぎないってことですね。で、一回やっぱり腰とかやってしまうと、それが癖になったりして、で、なかなか体調が戻らないっていうことが起きるので、一回やってしまうと結構ね、長期間の長い損失になる場合が多いんですよね。
その辺はよくね、言われてることではありますけど、改めて注意する必要はあるかなと思っています。で、あとはね、収益機会の損失っていうことも結構大きいです。はい。で、これはあらゆる道具とか自分の商売道具まで、ミニマルに削った挙句、自分の収益が減るっていうパターンですね。で、これ私の経験を話しますと、本当にバカな経験なんですけども、もう完全なフォトグラファー時代に、で、その時はもう写真しかやってなかったです。時代にカメラ機材のほとんどを手放してですね、ライカっていうね、フィルムカメラ、フィルムですよ。しかももう完全にデジタルなのに、だから2015とか16年ぐらいなんですけど、フィルムカメラ1台と、あとレンズ1本、しかも 50mm の単焦点です。ズミクロンっていう。その組み合わせだけで生きてたことがあります。で、それ以外に持っていたデジタルとか他のフィルムカメラとかは全部手放して、その1台だけでちょっとやってみようって思い立った時があって、完全にこれバカなんですけど、で、やってみましたね。そしたらなんとなくその仕事をいただけて何本か撮影できたんですけど、もうガクッと収益減って、これ当たり前ですよね。だってデジタルで撮れないので、これもう断ってるんですよ。来る仕事を。ちょっと今デジタルでは撮影できないですみたいなことで。これ完全にその若気の至りというか、もう生意気なやつなんですけど、ただの。それでもありがたいことに仕事をいただける方は何人かいらっしゃったんですけど、でもやっぱりね、きついですよ。それはもう、だから2、3ヶ月、3ヶ月ぐらいかな、粘って貯金を切り崩しながら、なんとかやりましたけど、そこから結局またデジタルの、カメラ、機材を買い戻すっていうことをしています。これはだから写真だけじゃなくて、見ている方の中に、ね、イラストレーターやったりとかデザイナーやったりとかしてる方いるかもしれませんけど、やっぱり自分の仕事道具を削りすぎると、作品のクオリティ、品質が低下します。そしてそれによって収益が下がるってことになるので、そこは結構十分慎重にやる必要があります。その中でギリギリを見極めていくっていうね、スリリングさもあるんですけど、でもやっぱりその売り上げに直結するギアはもう完全にその事業用のものとして、別で考える方がいいですね。もう完全に事業資産として、もう別のバジェット、別の予算として取って考えるっていうのがいいと思います。で、あとはミニマリストでよくあるのが、印象の低下ですね。これ印象の低下。これよくあると思います。僕はもうずっとネタにしてるんでね、ずっと同じ服、同じパンツ、同じショーツ、サンダル、そしてメガネで、生きていけますけども、でもそこまでネタにしていなくて、エクストリームミニマリストとかミニマリズムを追求しまくると、例えばもうずっと同じ服を着てるから、もうそれでね、結構大丈夫かこの人って思われますよね。間違いなく。やっぱりその特に大事な場面ね、冠婚葬祭とか、TPO 重要な、それなりの服装をしなければならない時も、こんなね、服で行くと、やっぱり印象低下します。はい。で、単純に印象低下すると、それだけでいいやって思うかもしれませんが、印象っていうのは社会にとってはもう資産でもあるんですよ。つまりその印象資産っていう風な考え方ができると思っていて、その相手に与える印象で、それによって仕事が得られたりとか、そこで社会的な承認を得たりとか、やっぱりするじゃないですか。多分皆さんもそのいろんな会食とか会合とか、あと親戚の集まりとか、パーティーとかにね、結婚式とかに出てると思いますけど、やっぱりそのなんとなく親戚の中でもいませんか？この人なんかいつも身なりきちっとして、髭もバチッと決まって髪型も決まっていて、なんかすごくかっこいいなと、印象いいなっていう方いませんか？やっぱり印象っていうのは、どうでもいいように思えて、無意識のうちに、他者に、相手にすごく影響を与えている部分なんですよね。で、自分も影響を与えているし、自分もその相手からそういう印象を受け取っているってことなんですよね。だからそれだけ、そこが結構おろそかにされると、良くない方向に行くこともあります。ミニマリストみたいになるとね、私みたいにいつもね、みすぼらしい感じになりますけども、でもね、やっぱりそれが、良くない印象に映る時もあるので、削りすぎには十分注意してください。あとはできることをやるだけですよね。身なりをなるべく清潔に整えるとか、服の中でもちゃんときちっと見えるような服を選ぶとかね、お決まりを決めるにしても、そういうものを選ぶとか、そういうことが対処法としてはあるので、なるべく気をつけた方がいい部分ではあります。で、他にはデータ損失のリスク、こういうものがあります。やっぱり物を減らすっていうことは、例えば自分のデータのハンドリング、SSD とか、PC とか、そういう自分のデータのストレージまでミニマルにしてしまうと。で、そのような SSD とか PC とかそういうものに一本化すると、それを一つなくしただけで自分のデータが全てなくなってしまう。で、一発アウトみたいな状況になり得ます。だからクリエイターであれば余計にですね、そういうバックアップとか二重にそういうものはきちんと保管するっていうことをした方がいいです。自分もこれまでそのデータをいかにミニマルにするかとか、クラウドストレージを手放してローカルだけでやっていくかっていうことを模索し続けて、で、今もそういう実験をずっとしてるんですけど、
ど、それでもやっぱり慎重にやってます。すごく考えてね、バックアップも取りながら、じゃあいかにそのリスクを減らした中で、ストレージやアイテムを削れるかってことをやっています。なので結構難しい部分なので、そこは削りすぎない方がいいところですね。あとは快楽をなくしすぎるっていうのも、これも一つの罠です。はい。やっぱりその削りすぎて筋欲とか快楽をなくしすぎる。あとはもう食事を質素にしまくるみたいなところに行き過ぎると、それに慣れてしまって、で、人生の楽しみみたいなものを失うことがあります。で、人生の楽しみを失うと、なんとなくその気分的にもちょっとうつ気味になったりとか、そういうことになりますので、なんか目標が見つけられないとかね、楽しいことがないとか、そういうことに陥るときは、やっぱりその自分が快楽をこう我慢しすぎてる、禁欲しすぎっていうパターンもあるので、たまにはその贅沢して温泉入りに行くとかね、お酒をちょっと飲むとかね、暴飲暴食するとかね、好きなものを食べまくるとかね、そういうのを入れた方が、そういう時はいい場合もあります。ただまあそこに行き過ぎることは注意しなければならないんですけど、どうしても、禁欲のしすぎっていう方向にどうしてもそのミニマリズムっていう方法論を用いていると、生きやすくなるので、そこには結構意識的になっていた方が、安全にね、よりハッピーになるとは思っていますね。あとは安全性の低下っていうのも一つ大きなポイントです。これも山とか旅とかの文脈なんですけど、やっぱりどうしてもその削りすぎるっていうのは道具を少なくすることなので、山であれば急な天候の変化に耐えきれなかったりとか、で、全然その対応できずに自分のシュラフが寒すぎるとか夜ね、そういうことが起こることになります。特に僕がやってるようなウルトラライトっていう風な方法を取り入れたりしていると、道具が軽くなって小さくなる代わりに耐久性がなくなってすぐ壊れやすくなったりとか、全然その防寒性とか耐久性がないみたいな、で危険な状態に陥るってことがあるので、これはやっぱり十分に知識、まず勉強をすることですね。その道具の使い道を知ること、そしてもう一つは経験をしっかり積むことです。やっぱり道具持ってるだけではダメで、それをちゃんと使いこなして、で、それを自分の体験として、ちゃんと確実に経験値として得ていく。で、少しずつステップアップして、少しずつ減らしていく。そういうことが必要かなと思います。よくおすすめの UL アイテムとかって紹介されてますけど、それを 100% 真似して自分でいきなりやったとしても、それは結構危険です。危険にしかなり得ないので、少しずつ調整して自分で経験を積んでいく、勉強していくってことが大事ですね。もう天候が変化しただけで一発でゲームオーバーみたいな状況になるので、結構本当に山っていうのは天候変わりやすくて危険なので、いろんな罠が潜んでますので、だから結構ね、そこは慎重にやった方がいいと思います。ただ慎重にやることができれば、もうものすごく楽しいアクティビティになるので、軽くて小さければ小さいほど、そのミニマリズムの力が活かされて、よりね、自然を楽しむことができるっていう方向に入れるので、どんどんやるのはいいんですけど、やっぱり勉強と経験、知識と経験が必要っていうことですね。はい、というわけで今日はエクストリームミニマリストについて誰も教えてくれないことをざっくばらんに紹介してきました。やっぱり削る前になぜ削るのか、そして削ってできた時間を何に使うのかみたいなのもあらかじめ想定して行うことが大事だと思っています。で、いきなりゼロにしないってことも大事ですね、やっぱね。まずは使う頻度を下げてみて、そして保留ボックスみたいなところで一時保管して全く使わない状況にしてみて、で、それで途中でダメだったらそこから出して戻すと。で、それでも全然大丈夫だったら最終的に手放すみたいな、すごく段階的にゆっくりやっていくこと。その方が安全にエクストリームのスタイルに移行できると思います。これもおかしな話ですけどね。エクストリームなスタイルに移行したい人っていうのはそんないないと思いますけど、ミニマリズムの本質っていうのは結局何度も言ってますけど、単なる少なさではなくて、やっぱりどういうふうに自分が集中していくかっていうことなので、そしてやっぱりその集中する。削った空白とか削った空間、時間にどれだけ自分の作品とか、そして身体とか、そして人間関係とかを濃く深く置けるかっていうね。それがポイントになると思いますので、そこの本質を逃さずに自分なりのミニマリズムを実践してみてください。このチャンネルでは少ないもので暮らしながらいかに作っていくか、ミニマリズムや創作のアイデア、実践を共有しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。で、週に1回、毎週土曜日に自分の近況報告とか、自分のコアメンバーシップのサマリーを書いたニュースレターを発行してますので、そちらは無料で登録できますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。